間違えた。こんばんは。今日もライブ配信していきたいと思います。また暑いです。本当に雨が全く降らないです。本当に全く降らなくて、これどうすんのっていうぐらい、畑やってる人はね、結構ね辛い、カピカピになってるんじゃないかなって思いますね。雑草だけなんでこんな元気なんだろうって、こんなに暑いのに枯れないのっていう感じなんですけど、すっごい雑草が伸びてるんですけど、雨は全く降らない状態で毎日続いてますね。何なんだろうこれ。最近天気図を見てないけど、天気図を見るのが怖いなっていう気もするんだけど、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。今日もね慌てて配信してます。サムネイルとかも何も作ってなかった状態で始めたんで、サムネイルが間に合わなかった。投稿の時にちょっと待ってね、バタバタです。すいません。ナバルさんこんばんは。アナルさんこんばんは。いつもありがとうございます。マイク入ってるよね。よし、間違いはないよね今日はね。ちょっとだけ待ってね。すいません。すいません。お待たせしました。いや本当にね、エアコンが心配ですね。エアコン代問題がねちょっと心配になる状態なんですけど、昼間はねつけないでいるんですけどね、今はね窓を開けてセーブしてるつもりですね。もう暑くても水を浴びるみたいな。窓を開けるか、窓を開けちゃうと、結構ね冷気を逃さないようにして頑張って窓は閉めたもん。ごめんなさい、ちょっと待ってね。涙が出そう、また出そう。すいません、くしゃみが出た。すいません。ねえなるさんね、高くなりますよね。そうなんですよ。日本も高いって聞くけど、なんだっけ、助成金みたいな、援助みたいな一生懸命やってるでしょ、そういうの。やっぱないからね、どんどん上がっていくだけで、ほんとこれ恐ろしいって感じ。ショップさんとかお店やってる人たちなんか
昼間でも店のライトはつけとかなきゃなんないだろうから、あれほんと困ると思う。それでお客さん入ってこないと辛いだろうなって。本当にね、今のお店ビジネスと、やっぱりビジネスと個人の電気料金が違うんですよ。だからその辺はどうなのかなって、今の状態はちょっといくらぐらいかかるものなのかはわからないんですけどね。新聞見てたりしてもマリアナスバラエティしか、今は1件しかサイパンには新聞がなくなったんで、もう競争もなくなって、なんかね、記事の内容としてはもうほぼほぼ政府寄りなことが多いんじゃないかなって思うんですけど、なんか概要欄のところにちょろっとだけね、政府批判みたいなことも書いてあったりするんですよ。なんか誰かのプランみたいな感じで。あれはどうなのかな。あれはなんか結構いいこと書いてあるんですよ。政府は民間を見ていないとか、民間、本当ね、民間のことを考えた政策には全然思えない。やってることがね、それでいいのって感じのことを結構やってると思うんで、私はね、今のところちょっとやっぱ注目してるのは、ケニアンの政府公認のステーブルコイン、あれどうすんのかな。オンラインカジノね。ケニアン側の政治家の人はまだやりたいって言ってるけど、この間リスナーさんのも言ってたけど、何アンダーマネーなんだっけ、ああいうものを使って、だがね、なんて言うんだろう、そういうものに近いものにね、一番なりやすいわけだから。この間ね、アメリカの新聞社が、アメリカの小さいコインのね、新聞社、FX とかそういうようなものを書いてるような規模の小さい新聞社なんだけど、その新聞社が世界的チャンスを逃したっていうことを書いたんだけどね、それをサイパンの新聞が取り上げてて、世界的チャンスを逃したっていう部分だけを取って残念だって言って書いてたんだけど、あれって結局サイパンじゃない、アメリカ本土からしたら全くスルーな問題で、本土の大手会社からしたら、大手メディアは完全スルーの問題であって、もうそんなのありえないからっていう状態で、そんなの取り上げてもいないんだけど、コインのところは取り上げたんだけど、完璧に皮肉だと思うんだけど、サイパン的には残念だみたいなことを書いてあったんだけど、ちょっとね、取り上げ方がまず違うなって思ったのね。マジで悲痛な話って感じでサイパン側は取り上げてたけど、いやいや、世界的チャンスを逃したって書いてるのは完璧に皮肉だと思うんだけどね。
ペニャンがね今でもその計画を法的な枠組みをくぐり抜けて進めようとしているみたいなんだけど、どうなるか。投資家の人はそんなのスッと乗ってオンラインカジノとか乗っちゃうとちょっと大変なことになっちゃうと思うんだよね。本当に可能だったら知事もストップをかけないと思うし、これちょっと動画にしていきたいなと思っているんだけど、動画作る時間がバタバタしちゃっててなくて動画も作れないでいるんだけど、メディアの皮肉、それをねどう感じますかね、みんなだったら。政府公認って言っちゃったから政府公認じゃなくて、例えばタイパンダコイン、この間のトークンみたいなああいう街の中で使うだけのものならね意味はわかるんだけど、政府公認のものを出すっていう計画でテニアン側はいたから、普通にストップだよね、そんなのね。アメリカの法律には全く合ってないからっていう話なんだけど、ちょっとねこれ質問をされたんで、ちょっとそれを先に今日はちらりとお話ししてますね。分かりやすくね、本当だったら動画にしたいっていう感じなんだけど、面白いネタでもあるから。ちょっと待ってね、ちょっと待ってください。少々お待ちを。ちょっと待ってね。少々お待ちください。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。アンナさん、家事の興味ありです。興味ありです。どうなります？いやまだわかんないね。キングさんがもう購入はしたんで、あとはライセンスなんですけどね、ライセンスがまだ IPI が結局使えないライセンス、止められちゃったライセンスを前の会社が持っている状態なんで、その前の会社が手放すとかなんとかっていう問題じゃなくて、2つのライセンスをサイパン側が認めるか認めないかとかっていう問題で、知事が OK を出せばもうすぐ OK になるんだと思うんだけど、2つのライセンス、キングさんっていうところが落としたけど、オークションで物件を買ったんだけど、もう一つサイパンで今大きくやってる
ケンジントンさんとかそのグループがあるんだけど、そこは韓国のグループなんですよね。その韓国のグループももちろんそういうカジノの権利を持ちたいんじゃないかなっていう感はありますよね。あんだけ投資してるから、いろいろホテルをあっちもこっちも本当のリゾート物件を持ってるから、カジノの権利を持ったら起死回生ね、このサイパン起死回生の望みも出るっていうぐらいの感覚でいるんじゃないかなと思うんですけど、だから2つ目のカジノの権利が出るんなら3つ目も出るんじゃないのっていうところを狙ってるんじゃないかなとかって思ったりもしなくない。これね、個人的な思いですけど、カジノこの状況でも、どうなのかな。ローカルの人はカジノなんか反対だって言ってる人もいるのかもしれないし、じゃあ何をすればサイパンが復活するのか。軍事は入ってきてるんで、アメリカの援助をこのまま受け継いでいくっていうか、ずっと進めていく。それにはやっぱり問題があって、税金だよね。税金がアメリカ並みになっていかないとグアムみたいにならない。グアムみたいになれないっていうところが、そこが問題かな。税金をね、やっぱグアム並みに土地とかのね、所得税とか評価なんだっけ、土地を持ってる税金ってなんて言うんだっけ、その毎年かかるそういう税金がサイパンってないんだよね。だからみんな日本からも海外とかからも物件を買っても、普通だったら税金が毎年かかっちゃうっていうのがあったりするんだけど、そういうのがないから、それがね、サイパン独自の法律になってるから、それがね、あれ私消しちゃったな。ちょっと待ってね。あれ消しちゃったのかな。うわー、せっかくいろいろ書いて調べてたのに消しちまった。本当かな。消しちゃったみたいだな。何やってんだろう。いやね、喋りたいなって思ったことを書き出しといたんですけど、白状したみたい。いやー、何やってんだろう。何やってんだろう。いや、じゃあ違う話をしよう。先週かな、先週2日の日だったかな。違う、4月の22日の日に、そう22日の日にエイジオフィス法律事務所に行って、22日に行って、そしたらそこでね、あなたの強盗事件は却下されたって言われたから、ちょっとどうなってんのかなと思って、最近の流れですね、これね、26日の
26日に知事に直接なんでこんなに証拠があるのに却下されるのって助けてくださいっていうことを言ったんですよ。で21日4月28日の日に警察署長とその他調査する人とミーティングをして話をしたんですけど、もういまだに何も連絡なくて、で4月29日にAG オフィスからAG オフィスに行った時に4月29日までに警察から何も連絡がなかったら商品を返す部署ね、私の荷物が一部見つかったって言われて、違う件で逮捕された犯人が同じ犯人だったって、うちをヒットしたって言ったのに、うちにも入ったって言ってるのに、うちの件では立件されなかったのね。うちに証拠がたくさんあったのに、たくさんの証拠の中で一つも持っていかなかった。証拠、指紋を取るわけでなし、犯人がうんちまでしてったのにうんちを取るわけでもなし、その時に証拠を捨てたのは警察であって、なんで取らないのとも聞いて、全部残してあるんだけど、そういう証拠警察が動かなかった証拠ね、そういうのも残してあるんだけど、全くやってもらえなくて、で29日までに、一部のものが返されますよって言ったんだけど、何の連絡もなくて、でまた連絡をして、返されますよって言われたところに連絡したんだけど、分かったって言ったまま、もう今5月のもう何日、今日6日、もう5月の6日でしょ。ね、何にもこうやってね、強盗犯が見つかっても、物が出てきても帰ってこない。昔もそうだったし、何百回泥棒に入られても強盗に入られても一度も物なんて帰ってきたことなくて、今も現在に至るだよね。今こうやって先月 AG オフィスに行った問題も去年の問題だ。去年2024年1月の強盗の話なんで、その後も泥棒には入られてるから、今動いてるのは1月の話で、1月の話を今頃やってんのね。とにかくね、何も動いてくれてないっていうのが現状。動いてくれてない、動かないっていうのが現状かな。で所長さんは、分かった、調べるからって言ったけど、再調査っていうわけではないと思うのね。で何のまた連絡もないから、どうなっちゃってんだろうと思って、本当ね、投資家とかを守らない、インベスターを守らないなって本当に思う。もう私だけじゃないから、私の知り合いの人とかも強盗とかに入られてて、うちの近所の人なんだけど、そこも15万ドル、同じような時期に15万ドルやられてんのね。でそこはシャッターを壊して、もう本当に暴力的だよね。
こんな状態でシャッターに車のジャッキ突っ込んで電動シャッターをガーって開けちゃって入ってこられたって言ってたから、そんなのどうにもできないよね。もう狙われてたとしか言いようがないんだけど、そういうの、それ強盗団って言ってもそれをなりわいとしてる人たちだと思うんだよね、やり方が。結局私の荷物なんかも見つかったっていうし、もうそのグループでこうあっちもこっちも動いてる、そんなの素人の私でもわかるんだから。でやられてんのがね、みんなエイリアンなんだよね。エイリアンばっかり。お店もやられてんのはローカルじゃなくてエイリアンの場所。エイリアンってね、韓国人、日本人、中国人、そういう他の人種、タイの人もやられてたな。他の人種の人、不思議とアメリカン人とかローカルのところには入ってないんだよ。他の人種のところに入ってるのね。だからその人たちなんかもみんなこれは強盗団で仕事にしてる人たちだろうって言ってみんな口々に言うのに普通にわかると思うの。それを私が言ってたのはもう13年前から言ってるんだけど、全く、ローカルのローカルの人は普通わかると思うんだよ。もうそんなのどこどこの誰々がやってるよねとか、こんな狭い島でだって2万人ぐらいしかいないと思うね。今2万人いるのかな、いないかもしんないね。みんな茶物でも昨日も言ってたけど、お姉さんなんかが言ってたけど、茶物の人なんかでもやっぱり本土に行っちゃう時代だから。あとね、宣伝の仕方がちょっとカヌーとかああいう伝統的なものはねいいと思うの。もうなんて言えばいいの、すごい素敵なものだから本当に。だけどなんかの会合っていうか、なんかこう発表会じゃない、なんていうの、ああいうのイベントの時とかによくこう現地の人たちが言うのは、チャモロとカロリニアンの誇りを持ってって言って、あまりにもね固執しすぎちゃってる感があるのね。で私は知り合いに言われたんだけど、意味がちょっと今でもうねさん呼びました、こんばんは。こんばんは、いつもありがとうございます。うねさん呼んだうん、うねさんのお話で出ましたね。茶物の人もサイパンからいなくなるっていう時代が来てるっていう話を今してるんだけどね。多分2万人いないですよね、もう。皆さんどう思います？いないと思うんですけど、かなり少ないですよね。だって雇われてる人自体も少なくなっちゃったから、いろんなアパートとかみんなガラ空き、ガラパンの状態を見てもらうと、昨日と一昨日とかも、一昨日か、先一昨日だけ流した映像とかも見てもらえればわかると思うんですけど、皆さんおこんばんは。今日はおがつきましたね。おこんばんは。いつもありがとうございますね。ガラ空きだからどうなのって。昔はこうデューティーフリー、デューティーフリーもちっちゃくて、ちっちゃい時からでデューティーフリーの周りにこ
デューティーフリーをめがけてみんなお客さんがお買い物行くからね。うねさんね、中国人もいなくなり減ったと思いますね。思いまする。そうですよね。中国人のそう投資家がまず減った。本当に消えちゃったよね。なんだろう、みんな帰っちゃったのかな。やっぱり中国の人は中国人を相手にするビジネスが多かったっていうことなのかな。だから帰っちゃったのかな。まずいないよね。建築業の人たちはいるけど、建築業の人たちは結構わらわらいたりするけど、建設現場なんか行くとね、中国人の人多いんですよ。私的になんだけど、フィリピン人の人より、フィリピン人の人でも、部類が違うんだけど、すごい人はすごいんだけど、なんかね、建設、うちなんかやってもらった人なんか、おもちゃの家建てた状態。私の知り合いのところも家を一軒建ててもらって、見た目はすごい素敵なお家だったんだけど、水道も出したらつながってないみたいな。ガラパンの不動産屋も中国人でしたよね。そうそうそう、うねさん、そうだよね。何軒あったかってぐらい、そう、不動産屋さんが中国の、そう不動産屋さんがたくさんあったのに、今1軒ぐらいしかないんじゃないかな。多分1軒あるか2軒なんじゃないかな、中国人の。もうどこ見ても不動産屋のどこどこがいくらっていうのがいっぱい貼ってあったのに、ベ中に。うわっとこダメにゃにゃ。ちょっとお待ちください。ダメ。あ、ごめんね。そう、どこでも中国人の不動産屋さんのいくらっていうのがバンバン貼ってあったのに、今全くないよね。どっかにあったかな。ガラパンすごいいっぱいあったのに消えた。そういえばそうだ。映像撮っててないよね。うん。クラウンホテルの前あたりにもいっぱいバーって不動産屋さんあったような気がするんだけど。ねさん、ダメ。にゃにゃ。すいません。またにゃにゃジャンプが始まるところでした。今、ね、パソコンにバンって飛び乗ってくるからね。飛び乗られると消えちゃうから、何もできないから私。ほんとね、全て消えたね、あの辺の中国人の。あんだけでも不動産屋さんっていうのがサイパンにあんだけの数できたのは過去に初めてじゃないかな。日本人がすごい流行った時、サイパンが観光客が日本人であふれ返った時も、あんなに張り出されて、あっちもこっちも不動産屋、3歩歩けば不動産屋さんっていう状態があったのは、あの時、あれ15年ぐらい前、あの時が初めてじゃないかな、多分。いくら韓国人がいっぱいいるからって言っても、韓国人の韓国語でダーって出てるような不動産屋があったこともないと思うし、すごかったもんね。
ガラパンのメインのところにだって何軒あったかな、不動産屋さん。数えきれないぐらい、あの狭いところに、狭い区間に何軒あったか分かんないっていうぐらいあったから、そういえばデューティーフリーの前にだって2軒ぐらいあったかな。商店のところにもあったし、そうそう、あの辺にもあった2軒ぐらい。曲が3歩歩いたら不動産屋さんっていう感じだったな。そう、あの辺にもあったな。みんな帰っちゃったってことかな。みんな辞めちゃったのかな。まあ辞めたんだろうけど帰っちゃったのかな、どうなんだかわかんないけど、すごかったですね。結構買いまくった、中国人の人が結構買いまくった物件いっぱいあるし、ただね、ここはほらグアムと違って、日本でいう借地権50年55年だから、55年で借地権で、だから土地の持ち主は結局はタモロの人だから、現地の人になっちゃうから、税金はだからそっちの人たちが本当だったらかかるんだけど、その人たちがアメリカになっちゃうと税金払わなきゃなんなくなっちゃうから、手放さなきゃなんなくなっちゃうっていう状況に陥るから、揉めてんじゃないかな。揉めてんアメリカになるのは嫌だ、準州とかこういうとこになるのは嫌だっていう感じで、微妙なコモンウェルスにいるんだと思うんだけどね。ちょっと待ってください。だからごめんなさい。だから微妙なコモンウェルスっていう立場だから、まあステーブルコインなんていう発想が出てきたんだよね。まだ法をくぐってまだまだ法をくぐってやろうとしてる感があるから、なんでできないんだみたいなことをテニアンの議員さんたちは言ってるっていうらしいから、まだ言ってんのって感じだけどね。あんまり言ってるとアメリカに目つけられちゃいますよって感じなんだけどね。まあ実際のところ、昔90何年98年ぐらいの時に縫製工場があるから、サイパン独立するっていうぐらいの勢いになって、サイパンはサイパンで生きていくんだっていう状態になっちゃったから、なんか908だったかなんだかの援助金をストップされちゃったわけで、これ以上ストップされちゃったらやっていけないからって言って、今ミリタリーの人をバンバン受け入れてるわけでしょ、多分。なんか船ついてたな今日。昨日もなんか気になったんだけど、すごい港にでっかい船でビルみたいにドンと光が立ってるんだよね。何の船なんだろう。昨日ちょっと思って、今日もさっき見たらまたいると思ったんだけど、昼間は全然気にしてなかったんだよね。昼間ね、思い出したら取りに行ってたんだけど、全く忘れてたね。で今さっき外見たら、でかい船いるんだと思って。コンテナとかなのかな、そう違うよな、あれでっかいんだよね。この間の駆逐船よりでっかい船なんだよね。
もしいたら取りに行ってみようかな。あれなんだろうな、でっかいね、本当にでっかいの、パンパンのところがビルぐらい、何階建てのビルぐらい高いの。でも観光船とかではなさそう。観光船ってなんとか丸とかああいうものではないと思うんで、そこだけが1個のところだけがダンとでっかいから写真撮ってきた方が早いかな。そんな感じなんです。ミリタリーの人を今バンバン受け入れてるわけで、皆さんサイパン永住はカモロと結婚しかなかったくらいしたかったのに、異国の方が多すぎるような。そう今ね、もうエイリアンが多いよね。だからこそエイリアンが多くなったからこそなのかわかんないけど、チャモロとカロリニアンの文化を守りとか、なんかそういうことを言い過ぎてる。あれ言い過ぎるとやっぱり、私なんかは被害を被ってるから、実際お前は日本人だからチャモロ相手になんか絶対訴えは起こせないんだって何回もやられちゃってるから、人種差別だよね、本当に。チャモロは強いものだから逆らうんじゃないって何回もやられてるから、ああいうのね、やっぱ強く言ってると、知り合いの人なんかも言ってたけど、固執しすぎてるから、やっぱり外から見たりしても、他のエイリアンの人から見ると、やっぱり自分たちを守りすぎてるっていう感が溢れてるから、やっぱ投資とかに一歩踏み出せないよねっていうのは言ってたよね。それでこの間なんだっけな、メールで来たのが排他的って言われたって言ったんです。排他的ってなんだよって、排他的ってなんだと思って調べたけど、排他的地域とかって、地域なんか水域とかってあるけど、排他的な島だみたいなこと言われちゃったからどういう意味だか今もうあんまりよく分かってないんだけど、サイパンのとにかくエイリアンが増えたよね。中国人もすごいたくさんいるし、一番多いのはでも中国人じゃないかな今。多分フィリピン人かな。フィリピン人が多くて、次に中国人ぐらいで、中国と韓国が同じぐらいかな。日本人が一番少ないんじゃないかななんて思う。バングラの人もいるでしょ、ネパールの人もいるでしょ。お姉さんバランスが崩れた。ね。だからチャモロとカロリニアンの人って少ないけど、もともとチャモロの人もそんなに、純粋なチャモロの人とか純粋なカロリニアンの人が少なくなったんじゃないかなと思うよね。結婚してチャモロの人と日本人が結婚したり、他のエイリアンと結婚したりして、2世3世がどんどんどこの人だろうっていう感じにはなってきてるよね。すっごい綺麗な人とかいっぱいいるんだよ。今若い子がね、めちゃくちゃ綺麗で可愛いのちょっとびっくりするよ。可愛い子が多いので、スタイルがまたいいんだよね。背が高かったりして、で、年齢聞くとまだ13歳とか17歳とか言って、男の子も
この間会った男の子なんてタイの子で、タイタイ人の子で、今20歳って言ってたけど、イケメン君だったよね。どこの人って聞いたらタイの人って言ってたけど、サイパンに住んでるんだよね。うん、若い子がもう本当にたくさんいる。若い子はたくさんいるけど、私の知り合いの人がだから先生をやってるんだよね。そこの学生さんたちだったんだよね、会ったのが。みんな若くて綺麗な子だったり、若くてイケメンの子だったりする子ばっかりで、ちょっとびっくりした。バランスね、ほんと崩れてるよね。こんだけ異国の人が多い中で、多いのにもかかわらず、多いのになんかそういう人たちをあんまり守ってないからみんな出てっちゃうんだよね、結局は。うねさん、ロシアが入って、ロシアが入っていた頃はあんなに人が多すぎるぐらいだったのはなぜ。ねえ、ロシアが入ってた頃、はまだロシアっていう国が石油があんまり出てなかった頃だよね。で、石油が国として動かすようになっちゃったから、ロシアがお金持ちに結構なってきて、潤ってきて、一部の人だろうけど、でみんな帰ったよね。だからそういう、なんて言えばいいの、こういうの、何語を使えばいいの。ロシア人トップレスだったのに残念。そこ、うねさん、そこですか。そそこそこなんだ。うねさん笑える。そこなのね。そこですか、うねさん。そうだよね、そうなるよね。いや、そうだよね。そっか。でもロシアの人たちでもそういう系のナイトクラブとか、そういう系のところに働く人が、なるさんそっちってそういうナイトクラブに働く人がめちゃくちゃ多かったじゃないですか。そうそう、自国の問題だと思いますよ。意外と結局ロシアのなんて言ったらいいのこれ、使っちゃいけないのかな。楽しみだったのにそうなんだね。ナイトクラブとか夜系のお仕事をする状態の人いるじゃない。夜系の、本当の夜系のお仕事をする人たちの国のレベルがそれでわかるって昔からよく言われてるのね。だからそこの貧しい国だからって言って、そこの人たちが夜のそういうね、朝までコースとかのところに、働いてるのは昔ロシアの人が多かったでしょ。ロシア、フィリピンの人、中国の人、どんどん移り変わったよね。ロシアの人がいなくなって、中国の人はまだいたけど、中国もね、すごい国になっちゃったから、ほぼほぼ来なくなって、学生のアルバイト状態で3ヶ月ぐらいの滞在でコロコロ変わるっていう、ずっとここに根付くような、そういう朝までコースの子がいなくなった。3ヶ月ぐらい働いては帰っちゃうっていう感じの
状態になったから。でね、10そうだよね、13年前ぐらいか、13年前、13、4年前はなぜか日本人の子たちもそういうので来てた子もいたもんね。中国がねさん、何、中国がまねっこしたからダメになったのでは。中国がまねっこした、ロシアのってこと？えちょっともうちょっともうちょっとください。わからない。中国がまねっこしたからダメになった。中国はね、もう今や経済大国。それこそ中国の元は表には出てないけど、まあね、今だって関税問題でどっちが値を上げるかっていう状態でしょ。アメリカが一歩引くんじゃないかっていう状態にいるわけで、今日だってドル円落ちてきてるでしょ。円が買われてるわけじゃないんだよね。これドルが売られてるだけで。ドルが売られてるだけだもんね。でもここ下に来たんだ。もう下に来るってことはもうちょっと来るのかな。どうなんだろう。142円30で上にまた行っちゃうのかな。でもここ抜けてきたんなら142円30を20を下れば20かな。これいくつ？ 42 円なんでゴールデンウィークに上がってたのかね。42円どここれ、41円80ぐらいがあるのか。141円に入ってくればまた下が見えるかもしんないってことだね。15年前から20年前の日本や他の国のマネ、そういうことか。真似する、真似っこしたからダメになった。誰が？日本商売のやり方。中国が真似っこしたからダメになったのでは。15年前から20年前の日本や他の国の真似を中国がしたから、真似っこは今もしてるけど、真似っこして飛び抜けてきちゃったでしょ。結局は半導体でも何でも自分でだから作るような状態にもう経済大国になっちゃったし、人口だって多いしね、アメリカと肩を並べるぐらいにもう来ちゃってる状態になってるわけだから、いろんなことがアメリカはちょっとずば抜けてるからまだちょっと違うけど、でもね、人工衛星の宇宙ステーションだって独自の国で持ってるぐらいだから。今は中国は、今までは NASA が宇宙ステーションって言ったら NASA だったのに、 NASA は今度レンタルになっちゃうわけでしょ。どうなっちゃってんのって感じだよね。中国は自分の自国で宇宙ステーションを今持ってて、NASA よりは小さいけど、日本には今んとこ真似できない状態ではいるよね。中国はとにかくすごい状態だよね。何でも中国のインターネットちょっと怖くて手出そうとは思えないんだけど、中国の人は
全然平気でもちろんここからショッピングをしたりして何でも売ってるし何でも安いし、どこまで本物のものなのかはわからないけども全部が本物っていうか大体が、偽物っちゃ偽物、コピー品でルンバの偽物だったりルンバのバッテリーの偽物だったり、なんていうのあれ、なんとか品、模造品じゃなくてなんていうのああいうの、なんていうんだろう、互換性のあるものをバンバン作ってバンバン売ってるわけだから強いよね。それが売れちゃうわけだから結局本物を買うと、1万円のところがそれを買うと3000円ぐらいで済むわけだからでも日本人の人ってなかなかそういうサイトに、私も同じでそういうサイトにはちょっと登録っていうかできない、ここから買い物をしようとは怖くてできない。中国の人も日本のわかんない、中国の人は日本のサイトから買えるんだよな。日本の人はでもできない、怖くて、そういうとこがいまいち、中国どっちよ、どっちえどっち、模造品、互換性のあるものを、だから日本に入ってきた互換性のものは日本人の人って結構買うでしょ。だけど中国のサイトまで行っては買いたくないっていうのはあるじゃない。中国とかすごいと思うよ。真似をしてこうバーンとその上を行っちゃうみたいな状態にいるから、中国のバッテリー充電中火が出て火事になるよね。そうなんか言うよね、そうやってね燃え始めるっていうよね。だからそういう3000円なだけあるのかもしれないなと思うんだけど、3000円で買って家燃えちゃったら困っちゃうよね、充電しててね。船さんバッタモン、そうね、ほんとバッタモンだよね。でそのバッタモンで結局は財を成してるわけだから、とりあえず動いちゃったりするわけでしょ。それで買って動いちゃったりするわけで、それ安心して使えないけどね。それでも部屋燃えちゃったら大変なことになっちゃうからね。かなり精巧なものも真似っていうか、偽物屋さんもそうでしょ。サイパンにもいっぱいあったけど、偽物屋さん、今もある。今思い出した、あるわ、今もあるわ。なくなったかと思ったけどありました。なんだ、皆さん、考えようによっては火災保険で家が新しくなる。いや、日本だったら火災保険とか保険安いからまだそういう考え方もできるけど、いやでも思い出とかも消えちゃったら困っちゃうでしょ。ゴロニャン、ゴロニャン何ねえ、火災保険、日本だったらね、火災保険とかでカバーできるからとかって思えるかもしれないけど、サイパンとかはアメリカは保険高いからめちゃくちゃ、台風とかそういう保険とかだって、泥棒保険とかだってめちゃくちゃ高くて、これ
入れないって昔も思ったもんね。なんかね、結構規律があって、うちのお店なんか保険かけようとしたらいくらって言われたんだけど、毎月$7000とか言われて、毎月7000、なんかね、すっごい高いこと言われて、それはかけられないよっていうような、毎月じゃないのに毎年か、毎年にしたってそんな高い保険かけられないよっていうような金額だったのね。だったらなんか自営しなきゃいけないのかな。だからみんなね、かけられないと思う保険はなかなか、車の保険とかぐらい、あと会社で入る保険とかはかけなきゃならないから仕方ないんだけど、会社の保険だって一人の従業員に対してかなりな金額払ってたと思ったな。今はもっと上がってると思うし、皆さんたまに再現場周辺の家で仕事あるけどいろいろと最悪よ。そうでしょ。いろいろと嫌よね。火災は怖いよね。私やっぱり子供の頃に近所で7軒ぐらいバーッと燃えたことがあって、それで火事はね本当に嫌だね。でとかも台風も嫌だけど、台風も嫌だけど火事は嫌よね。台風も嫌だわ本当に、こんな状態じゃ。雨は降ってほしいけどね、今ね、めっちゃくちゃ雨降ってほしい。暑くてたまんない。だからね、中国のいろんな国の経済が、だからフィリピンっていうのはもうお国柄、そういうなんていうんだろう、出稼ぎっていうのが通常な国なんだろうなって思うんだけど、日本とか中国とか、中国もいたら一部の、中国は広すぎるから地域によってはそういうとこが出稼ぎっていう、もうそれが文化になっちゃってるようなところがあると思うんだけど、ロシアは昔そうだったけど、それがなくなってって、明日雨を降らせようか、降らせてください。雨欲しいよ本当に。もうずっと降ってない。どのくらい降ってない？もう1ヶ月ぐらいは楽に降ってないんじゃないかな多分。雨降らせてくださいねさん、ぜひ。なんかね、だからお国柄、ロシアってなんか本当にどこの田舎に行ってもプーチン大統領をこう称えるみたいなところが多いんでしょ。電話しとくねって電話で雨降る、もうありがたいんだけど、そうすると、ちょっと電話しといて、雨降らせるように。本当雨降らなくて、あとそういえば中国なんかはね、雨をこうロケットミサイルかなんかで降らせるんでしょ。パーンとこの地域に雨が降んないっていうと、それもどうかと思うんだけど、でも台風は止められてないもんね、中国もね。雨は降らせることはできるけど、台風になっちゃったらとんでもないことになってるもんね。2、3年前、中国もすっごい台風に被害にね遭ってたりしたから、ああいうのは止めらんないみたいだけど、地震と雨は降らせられるんでしょ、できるっていう話だよね。国柄で
昔はねそうやってロシアのきれいどころのお姉ちゃんたちがいっぱいいたけど、その時期はだから経済が良くなかったからやっぱ出稼ぎに来てたりしたけど、経済が良くなっちゃったらみんな帰っちゃったし、ビザも下りなくなったっていうのももちろんあるしね、その後ビザも下りなくなってっていう状態になったから仕方ないんだけど、中国の人はだから、そういう人たち一部はいるけど、もうほぼほぼお金持ちになっちゃってるから、そういう朝までコースの人はもうアルバイトっていう状態の人しかいない。で韓国の人はそういう人今聞かないもんね。昔はね潜んでいたけど、カラオケとかにいたけど、今は聞かない。いるのかな、どうなんだろう。昔ねススペの方のねカラオケとかにそういう女の子たちがいたけどね、昔々の話なんで今はわからないな。でだからそういう子たちも目立っていなくなったし、皆さん中国で地震や災害があるとサイパンで募金集めてたけど、あれは信用できなかった。そうなの？え集めてたの？中国で地震や災害があるとサイパンで集めてたの？知らない。中国の中で集まっちゃうじゃんね。だってね中国どんだけ広いのよっていうぐらい広いんだからね。そんなの知らない。うねさんのが知ってるな、やっぱり。そんなことあったんだ。中国もねだって結構ほんと3、4年前とかまで台風被害結構あったでしょ。ああいうのずっと見てると、ニュースとかで見てると鬱になるから気をつけてください本当に立ち直れない状態に陥るからね、ああいうのの一つだから。最近全然ニュースを見て、そういうニュースを見てないから分かんないんだけど、サイパンで募金集めてたんで知らなかったよ。そんなの聞いたこともなかった。中国国内でやった方がさっさと集まると思うけどね。めちゃくちゃ早くお金集まると思うんだけど、どうでしょう。中国はもう国の中から保守的といえば保守的でしょ。中国の Google だって見れないし、普通の人は通常には見れないわけだから。皆さんマッサージの女の子は奴隷扱いだった奴隷なのかな、あれ。マッサージの女の子たちはそういう朝までコースの、マッサージの子たちはそれでお金を稼いでたわけだからね。そういう子がだからまずいなくなった、消えてしまった。今はだからビザが下りにくいっていうのもあるんじゃないかな、中国の。そんなことないか。 GW 持ってる人いっぱいいるもんな。だけどね、中国人の人も日本人の人も
今結構いる人は、この間も話したけど、なんだっけ、 GW の上のサイパンでならどこでも働ける、だからサイパン内グリーンカードビザっていうみたいのを持ってるんだよね。お姉さん、30分マッサージしても5ドルだよ。何それ。1時間のマッサージで25ドルとかじゃないの？ 10 分マッサージして5ドルって、そんな時給より安いじゃないの。時給、昔か。昔ってことかな。30分マッサージで5ドルって、そんな安いとこあったの？ウネサンプライスじゃないのそれ。ウネサンプライス。多分そうだよ。多分きっとそうだと思うよ。チップが命ね。チップね、そうだよね。なるさん、特別料金で、そうだと思うよ。うねさんは特別料金なんだと思う。だってそんな30分5ドルってお店はいくら取るのって感じになっちゃうよ。2ドル50と2ドル50で分けた半分にしたって2ドル50だよ。それないでしょ。女の子の給料。うねさん、女の子の給料が30分しても5ドルなの？1時間20ドル。そういうこと。1時間20ドルで鉄板だから、そういうこと。30分マッサージして5ドルっていうこと。お店と折半っていうことな。なるほど。それは仕方ないのかな。だけどね、だから時給をそのお店に登録してなくて、結構ぶわっと集まってきたりするからかもしれないし、どうなんだろう。だから今はなんかどこのお店も一人よ。一人しかいないから、電話番みたいな感じで一人いて、でお客さんがバッと入っちゃう時はどっかから来るっていう感じみたいよ。アンネさん、だから奴隷だよねって。なるほど。嫌な子は帰っちゃうんじゃないの？中国の方が好景気だし、少なくともサイパンよりは景気いいからね、中国の。場所にもよるか。でも中国の上海とかああいうとこ行けば、ここより全然景気がいいでしょ。上海、香港、ああいうとこ行けばね。あっちの方が稼げんじゃないかなと思うんだけど。香港、台湾はそうでもないから安すぎるかな。香港か、中国本土の方が、マッサージ料金は1時間25ドルだったよ。なんで30分。なるほど。マッサージ料金は25ドル払って、女の子に払われる給料が30分5ドルってことなんだ。なるほど。お店のが多いんだ、取るお金が。そういうことね。あとはだからチップももらえるから、それで結構
いい金額になるんじゃないの？あとはね、あとは他の別料金とかもいただけるんじゃないの？どうなんだろうか、わかんないけど。いやだけどね、このまんまだともう観光業はダメだね。アウトになるよね、きっとね。いいとこばっかりこう言ったとしても、自然がありますよってね言ったとしても、自然がもうだってリピーターの人だって、サイパングアムってリピーターの人が結構多くて、あとグアムはまあ初めて来る人も、初めての海外とかっていうのがすごい多いじゃない。サイパンもそういう人も多かったんだけども、サイパンはそういうのがショッピングがなかったり、そういう面でどんどん下びれちゃって、まあ、みんなグアム行っちゃったよね。あとなんといったってサイパンはいつでも来れるみたいな状態のところだったじゃない。ちょっと明日行こうかなっつっても行けるみたいな、毎日飛行機飛んでて、それこそ3時間で来れて、お姉さんデートは1時間$30くらいじゃないかな。1時間$30上がっちゃうの？マッサージ料金より上がっちゃうの？昔ミラージュさんとかでは、まあ、$30っていう人もいたし、1時間$50デート料に払ってるっていう人もいたよね。店にすっごい金額払ったりしてたもんね。マニャガハトを連れてったりなんだりしてて、すごいな、そんなに払ってまでっていう状態でいるお客さんいっぱいいた。オプションはわからないです。私もわかんない。深くまでは聞かないからね。深いとこまでは聞かないんで、その辺はわかんないけど、お客さんの方が結構言ってたよね。女の子からもう聞いたりもするけど、男のお客さんの方からよく聞いてたよね。こんな金額して連れてってんだって。で今日は他の人についちゃったから待ってんだよとか言って、自分はマネが外れていくのただでした。なるほど、ただの人もいるんだよね。ただの人もいるんだけどね。料金払ってる人もいましたよ。毎回来ては。とにかくサイパンって、だからその頃のこと考えると、うねさんなんかもそうでしょ。ガラパンの短い通りを何十分かけて歩くんだっていう状態だったでしょ。もう男性なんか歩けないよね、あそこの道。昔はもう前にも後ろにも行けないっていう状態だったのに、この辺歩くの大変だったでしょ、男の人は。もうお誘いが多くてね、道の店ってやられて、お姉さんご飯もごちそうになったら、そうなんだ、ご飯までごちそうになっちゃうのね。なるほど。いやね、本当にね、そういう時代だったよね。でも頃はね、サイパンって何がいいって、やっぱ気軽に来れたし、安かったしっていうのがあったんだよね。でグアムはやっぱグアムの方が今となったら、いつの日からか知らないけど、
サイパンって昔は3時間でほんと飛んでたんだよね。早い時は2時間半ぐらいで飛んでたし、それなのに今なんかサイト見ても3時間半とか書いてあって、グアムと同じ時間になってるけど、全然グアムより日本から近いはずなのに、どうなっちゃったんだと思って。飛行機が小さくなったから時間かかるようになったのかなとか。お姉さん、自分は顔が割れていたのでお誘いはなかったです。ああ、なるほどね。もうバレバレだったんだね、みんなに。誰だかバレてるとね、あ、うちには来ないよって分かったりするから誘わないんだよね。うん、そういうのあるね。いつから3時間半になっちゃったんだろう、サイパンって。距離としたら日本から絶対にサイパンの方が全然近いじゃない、グアムから。グアムと比べたって。なんでそんな3時間半になっちゃったのかなって。私が毎月こう行ったり来たりしてるような時代は2時間半とか、来る時が2時間半だったかな、帰りが2時間半だったかな、どっちかが早かったんだよね。来る時かな、サイパンに来る時が2時間半で着いて、帰りが3時間だったのかな、多分そう。なんで今3時間半になっちゃったのかなって思うんだけど、手軽に来れたっていうのが一番のあれだと思うんだけど、もう本当にリピーターさんたちが来なくなった人が多いよね。手軽に来れなくなったっていうところが一番なんじゃないかなって。ね、一時は羽田からも飛ぶなんて言ってたのに全然飛ばないじゃんね。結局飛ばないで飛ばないで、結局羽田からも飛ぶなんて言われてて、羽田から飛ぶどころか飛行機が一つもなくなっちゃったわけでしょ、あの時。結局グアム経由しかなくなっちゃって、でスカイマークが飛んでくれたんだっけ。もう飛んでたこと自体にほぼほぼ知らないんだけど、スカイマークが乗ったこともないし、うねさん乗ったことあるんだよね、スカイマークね。だからね、飛行機がなくなったのが先なわけじゃないんだよね。サイパンが自滅していったのが先なんだよね、いろんなことをね。飛行機がバンバン飛んでる時にもうちょっとちゃんと変えておく努力をしておくべきだったんだよね。それをしなかったんだよね、政府はね。ゴロニャオ、どうした。そうだからね、ちょっとこんな状態まで放っておいた。スカイマークは1往復だけでも、ユネさん1往復だけでも乗ったの、どんだけ飛んでた、あのスカイマークって。飛んでそんな飛んでなかったんじゃないの。3ヶ月とか半年ぐらい飛んだのかな。なんか今スカイマーク飛んでますよねっていう時期を知らない。私ちょうど死んでた時期だったと思うし、まだ立ち上がってない、今も立ち上がってないけど、全く立ち上がれなかった時期だと思うから全く知らないんだよね。少々お待ちを。お姉さん、それ乗った時に、スカイマーク乗った時に人はいたの？満席とかになってたのかな。
私スカイマーク乗った人うねさんぐらいしか知らないんだけど、貴重だよって、なんか消えたよ、消えたよ、メッセージが削除されました。貴重だよっていうとこだけ見えたんだけど、なんだ貴重だよ、何が3ヶ月と3日ぐらい、3ヶ月、やっぱり3ヶ月の中で乗ったの。うわー、何それ。3ヶ月の中で乗ったって飛行機の中にはお客さんいたの？なるさんすごい、うねさん本当だよね、すごいよね、うねさんねお客さんいたのかな。お客さんいなかったら、だっていずれにせよ採算取れないから飛ばさないっていうことになってたやもしれない。あれコロナ禍になっちゃったから飛ばなかったんだっけ。そうだよねどっちだろう、コロナ禍になっちゃったから飛ばなかったのか、コロナの後あれ飛んだの、あれどっちだったっけ、忘れちゃった。水飲みます。4ヶ月だ。11月29日から3月末。それさ、4ヶ月とか3ヶ月の間に乗ったっていうのは、なるさんの言う通りすごいと思うし、その時に本当に飛行機にお客さん乗ってたのかが、どっちだっけあれ、コロナの後飛んだんだっけ。もうそれさえ知らないや。いつ飛んだんだっけ。ちょっとお待ちください、少々お待ちを。ちょっと待ってね11月、年末だけ飛んだっていうこと。ちょっと待ってねみんなどうしたの。すいません、お待たせしました。いやー、3ヶ月とか4ヶ月の間に乗った人っているのかな。まあいるのはいるんだろうけど、すごいあれだよね、レアな貴重な体験、本当に。あれコロナの後ってこと。1月中旬にサイパンにいる時、ニュースで中国から日本に来た人が武漢風邪だったの。今年の
あ、その時のか。だからコロナ初期、じゃああの時、コロナ前っていうか初期の時だ。なるほど。あのあの状態の時ね、コロナのワクチンを打たなきゃいけないとか打つとか打った時だ。あの時代か。あの時代だったんだ。コロナ初期で、その後だからワクチンを打たなきゃいけないとかなんとかっていう時代だよね。何打ちました3回って。私も4回ぐらい打ったかな、ワクチン。ワクチン4回ぐらい打ったと思いますね。何にゃ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 大暴れしてますね。ワクチン打つだの打たないだのって論争が結構あったけど、まあ打っといた方がいいのかなと思って打ちましたけど、4回打ったかな確か。その後もね、まだワクチン打つのやってるんじゃないかな多分。一応ワクチン打った方がいいですよぐらいのこと言ってるんじゃないかな。お姉さん、3回打たないと裁判に入れない時も行きました。3回打たないと裁判に入れなかったんだ。知らない、そんなの。でもね、コロナのその注射の時、日本で打てないからサイパンに来たっていう人いたよ。初めの頃かな。サイパンで打って帰ってた。なんか日本にワクチンが足りないとかなんとかでサイパンに打ちに来ましたって言ってた。だろうあれ。韓国の人もサイパンで打って帰ってた人いた。ツーリストの人で。あれいつだろう、初めの頃かな多分。初めの頃じゃなきゃそんな行動しないよねきっと。3回打たないと入れないなんていう時期があったんだ。でもね、コロナとかね、サイパンで流行っちゃったら大変なことになるからね。こんな小さい島でそれに医療もろくにできない。なんだっけ、肺を回すシステムなんてないだろうから、サイパンにあんのかな。あるのかないのかわかんないけど、志村けんさんがこう何日間もつけてたってやつ、肺を回すだかなんとかっていう機械、なんか一時期騒がれたよね。どこの病院にもないとかあるとか。そんなのないから絶対っていうか、あんのかなわかんないけど、そんな状態で結構ね、シリアスな時期でしたよね、あの時はね。打たないと入れない時期があったんだ。そんなの知らないや。なんかそんな時期もあったのね。お姉さんのが知ってるな、やっぱり。
姉さん、サイパンは感染者3人とか6人で情報でした。いや、結構いたよ、感染者って。私しょっちゅう病院行ってたからそういう話は聞いたけど、感染者の人は結構いた。感染してる人結構隔離されてたもん。ローカルの人とか、あと中国の人。数人ではなかったと思うな。グランドホテルがほら隔離場所で、グランドとどこだったっけ、一時期 PIC も使われたんだっけね。グランドは本当に隔離病棟で使われてたんだよね。1日の感染者だったかな、多分そうだと思う。1日の感染者だったと思うな。数人っていう感じではなかったから、私もね、だから、コロナの時の1月か2月に大熱出して、1月ぐらいかな、コロナのまだシャットダウンの前の時ね、前の時に1週間ぐらい熱出して大熱出したことがあったんだけど、その時は肺炎の薬もらってなんとか治ったけど、2週間ぐらいね、23週間つらかったかな、あれでコロナなんて話になって、その話になった時はもう全然元気良かったんだけど、その前にえらい熱を出したっていうのがあった。で、何回も何回も肺炎みたいな薬を、抗生物質を何回ももらって治したっていう覚えがある。すごい辛かったもん、あの時。食欲はなくなるし立っていられなくなっちゃって辛い時あった。その時期結構熱出してたから、それでひどかったのかなと思っただけだったんだけど、でその後コロナっていう話になって、あれコロナだったんじゃないのっていう思ったりもしたんだけど、先生にもコロナだったんですかねって聞いたけど、違うと思うけどとか言ってたけどね。で、なんだっけ、ワクチンも打ったりもしてたし、すごい大熱出したことあった。神経質な客にアルコールスプレーを頭からかけられた。客に、お客さんに、それってどういうのそれってどういうの、お客さんにお客さんにスプレーかけられちゃったの。それ怒っちゃうよね。怒るところやっぱりちょっとやめてよだよね。そんなスプレーかけられたって困っちゃうよね。かけ直してあげた？かけ返してあげた？なんかニャニャが今日大暴れなんですけど、何が起こったんだろう。お外に猫ちゃんでもいるのかな。ゴロニャンゴロニャンすごいんだけど、ものすごい状態ですね今日は。
大暴れしてます。神経質な客でも仕事でああそういうことか。仕事で行った時にうわーそれつらいね。それは何も言えないし、それは何も言えないからつらいね。お仕事だし。なんかでもそういう話あの時期って結構あったかもしんない。なんかワイドショーを見てたから。また餌あげ忘れてる。忘れてない。今日は忘れてないけど大暴れしてます。多分お外に猫ちゃんがいるのかな。多分にゃお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 鳴いてあっちこっち駆けずり回ってるけど、部屋の中を家の中をっていう感じかな。あっち行ったりこっち行ったりしてる。こっちに来た時が怖い。ジャンプってやるから。でもね、あの時期はこんな感じ風習があったかもしれないね。うねさん、バイキン扱いですね。でも困っちゃうね。それもねちょっと辛いよね。仕事で行ったから何も言えないけど、かける人もかける人だね。神経質だとしてもちょっとねそんなかけないでよって感じなの。消毒剤消毒スプレーの頃流行ってたもんね。死んじゃうぐらいね、亡くなる方が何人も出たりするぐらいの本当に病気だったのかなとか今でも不思議ですよね。いや本当にコロナの時代ってあったな。あったけどそのコロナになる前から意外ともう引きこもりに入ってたからね。ばい菌扱いされることもなかった。そんな疑惑は請求にありましたそうだね、本当にそうだよね。失礼だもんね入ってったらスプレーかけられるなんてちょっとショックだよね。ショック。ちょっと文句言いたくなるもんね。言いたいけどちょっと言えないっていう状態になるねなるさん、悲しいよねって悲しいよねの後の顔が青ざめてるちょっとねスプレーかけないでよって感じだよね。こんな時代だったんだね。でももうあんな時代はあんなパンデミックはもう困るけどね。本当にパンデミック前より今の方が悪いっていうからね今の方がもっとお客さん来てないっていうから。今日ねまたねファイルを編集してたんですけど、ファイルをパソコンに送ろうとしてたんですけどまた送れなかった。また謎のファイルが出現しましたね。なんで入れらんないんだろう。これパソコンに問題があるのかなっていう感じでちょっと悩んでます。でももう一個違うのを送ってみると送れるんですよ。
そのファイル自体になんか問題あったりするんですよね。今日も動画新しいの出そうと思ったら出せないでちょっとがっくりしてるんですけど、今日はね、昨日もちょっと早く終わっちゃったんですけど、今日もちょっと早めの終了ということで皆さん、ありがとうございます。なるさんもありがとうございます。ナバルさんもありがとうございます。ナバルさんまた寝てんじゃないのこれ。うちは本当に寝落ち枠、もしかして寝落ちしちゃうのかなみんな。ね、面白いこと喋ってるわけでもないしね。タイパンのリアルをずっとお届けしていきたいなと思ってるチャンネルだから、実際の事実、現状をね、自分の現状を伝えていこうかなと思ってますね。今日もね、何の連絡もないですね。検察も警察も全くね。とあるとこにちょっと相談には連絡をしたんですけど、ここも折り返しの電話がありませんでしたね。この先どうなるかわかんないですけど、また毎日進行状況はお伝えしていきたいかなと思ってます。最近ね、見てくださる方がライブじゃないんだけど、ライブでこれ翻訳がライブで翻訳ができるように設定をしたいんだけど、どうやってやればいいのかちょっとよく分かってないんで、姉さんもっと出歩いての動画を撮らなくちゃ。頑張ります。姉さん頑張るよ。撮ってるんだけどね、明日もちょっと船、今もちょっと見たらまだいるから、船でっかいの、この間の船より駆逐艦より全然でかいから、わかんないけど普通の貨物船なのかもしんないけどねなんかね、ビルみたいにでっかくなってんの、なんだろうなって。ちょっとね、明日またいたらあれも撮っていきたいと思ってるんで頑張ります。もっと出歩いてのね、動画撮んなくちゃね。体力をつけないとほんとね、自分でもね情けないぐらい。これ昔はゴルフ行った時とか、ゴルフ行った次の日とか体痛くなっちゃうからアミノバイタルを必ず飲むようにしてたんですよ。その当時って毎月のように日本帰ってたから、買ってこれたんですけど、今もう全然行けないから、行けないどころかパスポートないからね、どうにもなんないんだけど、頑張れ。盗撮してないよ聞いて撮ってるよ。ちゃんと聞いて撮ってます。撮ってもいいですかって。ダメって言われると撮れないけど、なんかね、映像ないと話にならないな。映像今日のファイルの中にあるんで、明日そのファイルも昨日のテイストオブマリアナみたいな状態にしてやればファイルが映ることが分かってるんだけど、今日それやれなかったんだよね。謎のファイル、アミノバイタルお土産財布嬉しいですね。ああいうものは本当に嬉しい。アミノバイタルね、箱で買ってたんですよ、ずっと。で持ってくる時は
いいんだけど、あれ楽天とかね送ってくれれば一番いいんだけどね、海外には送ってくれないんですよね、ああいうね。まあ、そんな状態なんで、なんかだけど体をちょっと整えないと、ど何をするにしても辛いなって。ちょっと動いてちょっと2、3時間外に立ってるだけでも結構、まあ、暑さがあるのかな。物暑い中本当に立ってるとね、だってなるさんだってなるさんなるだってなるさんって言ってます、なるさんかしこって言ってます。かしこかしこ、まあそういう感じですね。まあ明日ファイルをもう一回入れ直して、作り直してだな、また作り直して、うねさん、なるさんかっこいいって、かっこいいんだ。かっこいいんだ。なるさんかっこいいって。あ、ハート飛んでる。ハート飛んでますね。なるさん、それ何の顔か見えないんだけど、青くなってたりすると見えるけど、小さすぎて見えないんだけどね。まあ、そういう感じです。明日もね頑張って配信を続けていきたいと思います。最近ね、ほんと韓国の人がこう前の動画をバンバン見てくれてるみたいで、ありがたいことで、全部翻訳を YouTube のやつでやってるんだけど、日本語の字幕にして見てても、見直した時に日本語の字幕もちゃんと出てなかったりするんで、どうやってこれ映し出されてんのかなってちょっと不安なところがあるんですけど、韓国の方も中国の方もアラビアの方も、引き続きご覧くださいませということで、なるさん、うねさん、のばるさん、そして皆様ありがとうございました。また今日もありがとうございました。それでなるさんが10個持っていきます持ってこれないでしょ。あれ高いんだよ。1万1万5千円ぐらいしてましたもん、1箱。結構高いんです、あれ。ということで、また明日配信したいと思います。それではまたおやすみなさい。いいねボタンと、なんだっけ、いいねボタンと、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。っていう感じで、おやすみなさいませ。失礼します。皆さんありがとう。なるさんありがとう。おやすみなさい。